言うてもコラボ動画だから全く生えてきませんとしか言わないでしょ。脇はね、正直なところデリケートゾーンですが、ここからは特に女性限定でお願いします。ですね、こんにちは、佐久間みおの美ボディ研究部部長の佐久間みおです。はい、ということでお待たせしました。去年からね、インスタでまたコラボしてキャンペーンしてっていうまさかの逆指名リクエストをたくさんいただいてましたが、みんなの声をファインケアクリニックさんに届けたところすごく喜んでくださって、また特別キャンペーン佐久間割も OK していただけたので、今回も最後まで動画をご覧くださった方にキャンペーンのお知らせをさせていただきます。年末にはできると思うって言ってたんですけど、ちょっとご時世的な状況もあって遅くなってすいませんでした。クリニックの感染対策もしっかりされていますが、個人個人でもね、どうかお気をつけください。そしてですね、ファインケアクリニックさんは予約の取りやすさも売りですが、おかげさまで予約が殺到し、一時的に予約が取りにくくなっていてすいませんでしたとおっしゃっていたので、今回なんと上野院と新宿院を新たに増院されました。渋谷とか銀座はなかなか行けないっていう方にも朗報ではないかと思いますので、今日の動画は1、上野院と新宿院のルームツアー、2、インスタでも一番質問の多かった佐久間の全身脱毛3回完了から1年経過後の状態について、そして最後に3、お待ちかねの YouTube 限定キャンペーンのお知らせ、こちらの3部構成でお届けします。それでは早速行ってみましょう。レディゴー。はい、やってきました。おー、相変わらずお花が綺麗。この前でね撮ると映えるのでね、受付です。今日は誰もいらっしゃらないので佐久間が自由に撮っていいということで、このなんか壁のピンクベージュがすごいおしゃれ。この色好きだな。はい、ではここがお医者さんがいらっしゃるとこですね。でこっちがカウンセリングを受けるお部屋。よいしょ。はい、こんな感じですね。もう思う存分質問しちゃってください。長い廊下を抜けると、ここが施術部屋ですね。こんな感じになっております。ここはね、前の動画でもいっぱい映したので詳しくは見てみてください。施術部屋がいちいちお部屋が可愛いな。ここはちょっと違うぞ。待合室ですね。うわー、すごい可愛い。好き。次引っ越したらこんな感じにしたい。可愛い。ここも受付と同じレトロピンクベージュな感じで、わあ、椅子も高級感があって、わあ、セレブな触り心地。次行ってみましょう。施術部屋。ここがパウダールームですね。中身は相変わらずこの女優ライトっていうんですか、テンション上がりますよね。D さん、アメニティグッズも揃っています。これお肌に優しいんだよな。なんかすごい吸水性がすごい良さそう。柔らかいタオル使われてる。細かいとこまでこだわられてますな。で待合室と同じ椅子ですね。こういう椅子が似合うお部屋に住みたいもんじゃのう。座り心地もいいです。次のお部屋がもうすぐ終わりですね。ここがお手洗いですね。ラストゾーンにも綺麗なお花が飾ってあります。はい、こんな感じでした。いやー、本当に誰もいらっしゃらないからなんかいいのかな、こんなに自由にうろちょろさせてもらって。上野にもできたということで、皆さんも通いやすくなったのではないでしょうか。こんな感じ。待合室、受付の待合室、こんな感じです。はい、ではなんかこっそりお忍びできた感じになりましたが、帰りたいと思います。上野院銀座ファインケアクリニック上野院、こんな感じでした。バイバイ。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。清潔感もあって上品可愛い感じで、
個人的には内装は一番タイプなのは上野院だなと思いました。あと新宿院と上野院は駅からねすごく近い場所にできてるのもいいなと思いました。さあお次はインスタで一番質問の多かった医療脱毛3回コース完了からの1年後の経過報告について赤裸々にお話ししていきたいと思います。言うてもコラボ動画だから全く生えてきませんとしか言わないでしょと疑われる方もいらっしゃるかと思いますが、 PR とか CM とかね普通はそうだと思います。案件のご依頼とかいただく際にいつもデメリットも感じたらそのまま言いますよって言うと、いやデメリットは隠してくださいって言われるところが多いですが、あんまりそういう嘘を強要される会社さんとは縁が切れてもいいかなと思ってるので最初からお断りしてます。なので今回もねありのままお伝えしますけど大丈夫ですかって聞いたところ、もう佐久間さんの感じたままお任せしますって言っていただけたので逆に信頼できるなと思いました。あと前回担当してくださったナースさんが結構私施術中にこの方の生い立ちとか気になったりするので聞くんですけど、このクリニックの前にお勤めされていたところが救急医療の現場だったらしくて、やっぱり医療脱毛となるとそういう方がね担当してくれることもあるんだなって思うと安心できるなと思いました。ということでちょっと話脱線しましたけど、本当にリアルにお伝えするために今日は指、腕、足と脇とデリケートゾーンの3パーツに分けてお話ししていきますね。まず指、腕、足は本当に私は3回で消えました。細い毛とかは時間がかかるって聞いてたんですけど、太い毛も細い毛もね、もちろんこの距離で見たら極細の白っぽい産毛はありますけど、30センチくらい離れた位置から肉眼で認識できる毛という基準でお伝えすると消えました。膝とかはね角質が硬くなって結構頑丈な太い毛が生えてきたりしてたんですが、そんな剛腕兵もここ1年お見かけしておりません。ただね肌が乾燥してたりとか角質が硬い状態だと効果が弱まってしまうと聞いたので、結構私は保湿も気にかけてましたので、そういうセルフケアも怠らないようにした方がいいかなと思います。せっかくね高いお金かけるのでね。さあ続いて脇はね正直なところ半年くらい経った頃にまだしぶとくね眠っていた毛がいたのか 2,3 本薄くなった毛が生えてきました。人によってはね気にならないくらいの薄さではありましたが、私はこうやって動画撮ったりするので夏とかねアップになった時に映り込んだりとかしたら恥ずかしいので念のためトータル5回当ててもらいました。その後はね今のところ生えてきていません。でもねファインケアクリニックさんの機械って前に見せていただいたんですけど、冷却システムのついた最新のかなりいいものを使われているようですし、当て方もね前に言った他のエステ脱毛とかだと脇って結構ピッピッピはい終わりました次って当たってないところあるのではと不安になりましたが、ファインケアクリニックさんではしっかり全部の面に当たったなと感じるくらい丁寧に当ててくださるので、もうこれはどこのクリニックが効く効かないとかいう話じゃなく、人によってねしぶとい場所も違うので、逆に1回当てただけでもう生えてこなくなりましたっていう方にもお会いしたことありますし、私もね前の動画でも話しましたけど10年前に地元の医療脱毛に通ってたんですけど、膝下と脇だけね、その時も膝下はもう度重なる自己処理で肌が荒れに荒れて極太に育ってしまったおけけさんたちが医療脱毛3回で全く生えてこなくなったのに、脇は倍以上回数当てたけど半分ぐらいね残っちゃって、それからねエステ脱毛の方が安いやんって乗り換えたらほぼ変わらず、その瞬間はなくなるんですけど1ヶ月も経ったらね結局元通りになっちゃってて、でそんな状態でファインケアクリニックさんに来たので、そこからたった3回当てて極薄の毛が 2,3 本くらいになったので一番効果は感じてます。しかもね地元の医療脱毛と違って冷気が一緒に出てくれるので痛さがかなり半減するので、もうね私は冷気が一緒に出てくれるところでしか当てれない。さて最後にデリケートゾーンですが、ここからは特に女性限定でお願いします。ですね予定よりなくなりすぎました。完全になくすつもりではなかったんですが、形を整えたい方とかね周りだけ当ててトライアングルゾーンは当てないとかいうこともできるんですけど、一旦全体を薄くしたかったのと、エステだと全体的に当ててもそんな一気になくならなかったので、もういいかなと思って全体当ててもらったらなくなりすぎました。やはりね体が一番守ろうとする場所なので、おそらく一番しぶとい方が多いパーツだと思いますが、中心の位置に近づくほど毛は残りやすくなってて、その周りはもう完全になくなったので、水着着た時とかの不安はもう皆無です。分かりやすく言うとですよ、マックスに生えている時の本数が10本だったとしたら3回当てて真ん中のみ 1,2 本
しかも最初の頃の太さに比べて5分の1くらいの細さの毛が生えてくるようになりましたっていう。だから中心部分もおへその下ぐらいのもうまばらに生えてくるっていう感じではなくなります。周りから消えていきます。真ん中まで完全に無毛にしたいっていう方はあんまり多くないようなので、私は3回で満足しました。というよりはなくなりすぎたので、もうそれならいっそのこと回数増やして真ん中まで完全に無毛にするか今考え中です。なのでね、形とかこだわりの強い方はイメージを毎回担当のナースさんにきちんと伝えて当て方をね調整してもらってください。エステと医療の威力の強さを一緒に考えたらダメです。はい、ということで佐久間の1年経過レポはこんな感じでした。もちろん人によってもパーツによっても自宅での保湿ケアによっても変わってくるので、あくまで私の場合にはなりますが参考にしてみてください。その他医療脱毛とエステ脱毛の違いはとか、私の脱毛の歴史だったりとか、どれくらい痛いのかとか、学生さんでもできるのか、学割はあるのかとか、王道の Q&A は前回の動画の方がたくさん答えているので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。さあお待たせしました。今回も動画を最後までご覧くださった方に YouTube 限定キャンペーンのお知らせです。佐久間美桜の YouTube 見たで予約すると、医療脱毛全身腫瘍パーツ3回コースがなんと10万円を切る9万7000円、月々だと3000円から受けれるようになります。もうこの安さを聞き慣れてきちゃったけど、10年前は私膝だけでこれくらいっていうかもう少し高い価格を払っているので、結構払われたっていう方もコメント欄とかでねお見かけしますけど、だからどう考えても羨ましい。はい、前回同様こちらのキャンペーンは動画下の概要欄に貼ってある URL から飛んでいただくと、通常のホームページには現れない YouTube 限定の秘密のバナーが表示されますので、そこのページから予約しないとこちらのキャンペーンは出てこないのでお気をつけください。お電話でもいいですし、ウェブからご予約される場合はその他の欄に佐久間美桜の YouTube 見たとか書いていただくと、クリニックの方もねキャンペーン価格の見落としがなくて安心かなと思います。まだ今はね寒い季節ですが、毛周期の関係で1回打ったら次の施術まで1ヶ月半から2ヶ月くらい間が空くので、3回完了するのはちょうど露出の季節になりますので、今のうちからね下準備仕込んでおけばお手入れがかなり楽になるので、今年の夏はノンストレスなツルツルサマーにしましょう。ということで今日の動画は以上になります。リクエストいただきありがとうございました。あといいねやチャンネル登録などもいつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。